今回はデイモンヒルがブリヂストンの F1 用タイヤを初テストした時の様子をご紹介したいと思います。96年11月14日鈴鹿サーキット、ブリヂストン F1 タイヤテスト、デイモンヒル初参加。マシンはブリヂストンのタイヤテスト用95年型リジェ JS41。11月14日なので F1 の日本グランプリが行われた1ヶ月後ぐらいですね。ブリヂストンタイヤをテストするために、デイモンヒルはわざわざ来たんでしょうかね。車はタイヤテストに使ってた95年型のリジェのマシンと。タイヤテストなので、もちろん単純な速さだけじゃなくて、ロングランの性能とかも見るわけですけど、デーモンヒルがどんな速さで走るのかっていうのが注目ですよね。参考までにこの年の96年日本グランプリの予選のタイムで言うと、ポールポジションのビルヌーブが1分38秒909。2番手だったデーモンヒルが1分39秒370。テストカーの JS41 っていうのは、95年パニスが予選タイムで1分40秒838で走ってました。このタイヤテストはレース中と違うんで、ラバーグリップのない状態ですけど、どれぐらいタイムが出せるのかってことですね。なんとなく予想すると、やっぱりこのリジェの95年のタイム、ラバーグリップが乗ってる状態で1分40秒8ですから、このタイムに行ければ上出来ですよね。で、96年の最速のマシンのウィリアムズのタイムまで行くのは、普通に考えて難しいかなと思いますよね。結果を言うとヒルはすごい速かったんですけど、96年の鈴鹿でのタイヤテストのラップタイムの比較を見たいと思います。6月にフェルスタッペン、これフェルスタッペンお父さんですね。1分42秒11。鈴木あぐりさんが8月に1分42秒27。で、9月は44秒。10月15から16は、あぐりさんとロセットの2人が走ってますけど、これアグリさんはこのリジェの車に乗ってます。で、ロセットはアローズの96年型のマシンに乗ってます。10月15ってことは日本グランプリの直後ですよね。だから路面状態、ラバーグリップが乗ってて一番いいタイムが出せる状態の時に2台出してきて走らせたってことですよね。それでマシンは違うとは言っても1分41秒に突入したと。アグリ選手が41秒75、ロセットが41秒48、11月に行われたデーモンヒルなんですけど、1分40秒21なんですね。おそらく10月15日よりは、路面状態のグリップはちょっと低いと思うんですけど、それでも単純に1秒半早く走ったんですね。しかもこれちゃんとテスト全部できなかったんですよ。だから本気の最速のアタックをしてない状態で 1.5 秒早かったんですね。なので、走り始めから走行が終わっちゃうところまでを紹介したいと思います。午前8時40分コースイン。1周マシンチェックを行い、ピットイン。再びコースインし、5周ずつのパターンによる走行を開始。出だしから好調。1セット目で1分42秒6をマーク。これ1セット目からいきなり早いですよね。1分42秒6。まだ肩慣らしの状態で、ほんのちょっと前のこのベストタイムに近いタイムを出してるわけですよね。で、2セット目で早くも1分40秒9までタイム短縮。3セット目でのタイヤで1分40秒1をマークした。フルタンクの状態でテスト開始。まだ1時間半も経たぬうちにリカルド・ロセットのベストタイムを破った。あとね、これ言っとくと、デーモンヒルの画像が全然ないんで、画像はもうあんまり気にしないでください。で、話が戻って、さっきの1セット目の1分42秒台から2セット目でいきなり40秒台に入って、3セット目で40秒1と。で、これしかもフルタンクだっていうんですよね。で、1時間半も経たないうちに、それまでのリカルド・ロセットが出したベストタイムを破っちゃってるんですね。ピットではハーフタンクなら1分36秒台まで行くのではないかと、期待が漂っていたが、4セット目、無線状態を確認しながら走行。タイヤ温度が低下し、ヘアピンの立ち上がりで、マシンを側壁に当ててしまい、テストは30周ほどで終了してしまった。気温12度、路面17度だった。ガソリン満タンでもう40秒切りそうなタイムだったってことは、ガソリンの量を減らして、気温ももうちょっと上がったでしょうから、条件が整ってくれば、36秒ってちょっと期待しすぎかなとも思うけど、でも絶対不可能って感じではないかなと思いますよね。だったんですけど、
まあ4セット目でタイヤの温度が下がっちゃった状態で車をぶつけて壊れちゃったと。で、テスト走行は終わっちゃったんですね。これ本当はね、2日間テストしたかったらしいんですよ。なので、2日間どころか半日も経たずに終わってしまって、そういう意味では非常に残念だったんですけど、これヒルのことをちょっとかばうと、そもそもね、鈴鹿って別にヒルにとってホームコースでも何でもないし、タイヤの冷え方、もしくは熱の入り方、さすがにそこは慣れてないと掴みきれないと思うんで、その状態でヒルはスピンしちゃったってことですよね。まあ、もちろん車壊してテスト終わっちゃったんでね、ヒル謝ってましたけどね。でも上々の結果だったんで、関係者たちはこう言ってますね。同席した TWR、トニー・ドウさん。彼が速いことは分かっていたが、これほど速いドライバーだとは思わなかった。これから先もかなり期待ができると思う。そう、現地に来てた TWR のドウさんっていうんですかね。私、初めてこの方、名前見ましたけど、速いとは分かってたけど、こんなに速いとは思わなかった。まあやっぱね、F1 の関係者でも驚いたわけですね。で、はい、ブリヂストンの北浦広報課長、この方は、ヒルから良いタイムがコンスタントに出せるというコメントをもらえたことは心強いですね。彼はただ速いだけでなく、冷静にコメントしてくれるアドバイザーとしての高い能力を持ったドライバーだということも今回のテストから確認できました。はい、やっぱりヒルの、開発能力というか、フィードバック能力が早速評価されてますね。これだってヒル車に乗って走ったの多分2時間か3時間ぐらいですよね。それで、まずタイムも評価されてるし、その短い間での的確なフィードバック、それが伝わったんですね。あと、おなじみ、ブリヂストンの浜島さん。これは GP カーストーリーのインタビューを参考にしてます。正直に言うと、ウィリアムズのマシンが良かったので、ヒルはタイトルを取れたのかなと勘ぐってましたけど、決してそんなことはなかったです。一緒に走ったロセットのタイムより2秒くらい速かったですから、タイヤの評価も上手だったし、やはりチャンピオンは運転レベルが数段上なのだと実感しました。はい。さっきの北浦課長さんでしたっけと、ほとんど同じこと言ってますね。で、やっぱ関係者であってもみんな同じように思ってたんですね。ウィリアムズの車が良かったからチャンピオンになれたのかなと。だけどテスト走行を見たらそんなことはなかったと。やっぱり、そのドライビングのスキルが、チャンピオンドライバーは数段違うっていうのを実感したわけですね。この時一緒にロセットも走ったんですかね。私が見た資料にはそれが書いてなかったんですけど。で、2秒早かったと。同じマシン、同じタイヤで2秒違うってすごい差ですよね。やっぱりですね、以前から言ってる通り、マシンが変わり、タイヤが変わっても、その場で最速タイムを出す。しかも初めて組むエンジニアたちにも的確なフィードバックができる。当時、シューマッハとヒルだけが別次元だったことがはっきり証明されている。この話は他の動画でもう何度も言ってますけども、シューマッハというのはドライビングが速いだけでなくて、フィードバック能力も素晴らしいと。だから車は速くできると。で、それに匹敵するのはこの当時、やっぱりヒルだけっていうのがこれでわかりますよね。初めて乗った旧型のこのリジェのマシンの特性をいきなり掴んで、初めて乗るブリヂストンタイヤの特性を掴んで、いきなり速いタイムが出せたわけですね。まずその時点で、それまでのテストドライバーたちに比べて、速さと車への理解、そこがもう数段違う。1段2段じゃないですね。もう3段4段5段違うって感じですけど、まずドライビングそのものと車の性格をつかみ取るという、その能力が全く違う。初めて会った人たちにも分かりやすいフィードバックができるってことですよね。乗ってすぐにタイヤの特性をつかんで、それをブリヂストンの技術者たちにちゃんと伝えることができると。いきなりテストしてたった2、3時間だけの仕事で、それだけのことができたわけですね。これ単なるタイヤテストなんで非常に地味な話なんですけど、だけど、こういう地味な作業にこそ、デーモンヒルのすごい能力が発揮されてますね。本当は1日目2日目全部走ってくれて、ヒルがとんでもないタイムを出してくれれば、もっと証明されたんですけど、だけど逆に言うとそこですごいタイム出しちゃうと、他のライバルたちがブリヂストンタイヤを警戒しすぎちゃうんで、そういう意味ではこの程度で終わってよかったのかなとも思いますけどね。今まで何度も言ってきましたけど、ヒルの速さ、開発能力がこの短いタイヤテストの時間に凝縮されて証明されてたっていう話の紹介です。はい、本当にいつも皆さんコメントありがとうございます。本当に多くの方コメントしてくれて、私の知らないこともね、書いてくれたりして、全然私が動画で喋ったことに
対して、実はこれはこうだよとかね、実はそれは違ってとかね、教えてくれる人もいるんですけど、全然そんな感じでコメントいただいてもいいですし、普通に感想を言っていただいてもいいですし、皆さんが楽しんでいただければ、どんな形でも結構なんで、はい。でね、高評価も押してくれてありがとうございます。チャンネル登録者も増えてきて、嬉しいです。皆さんがね、そうやって評価してくれたり、コメントしてくれることが私のモチベーションですから、はい。引き続きね、またマニアックなネタを探して、紹介して、皆さんと楽しみたいと思います。はい。じゃあまたよろしくお願いします。